日本の近代より前のものというのが、結構20世紀美術を見ていくときに、どうしようもなく共鳴してくる部分があるというとこからこういうタイトルをつけたような気がして、それ英語だと何でしたっけ、レゾナンス、共振っていうことなんですね。室町っていうとその前の鎌倉期からのそういう水墨の流入、水墨画って中国の山水画みたいなものの流入があって、それが国風化されていくっていう時に、近代の西洋絵画の流入があって、それを国風化というかこなしていこうとするけども、進行形の西欧に、追いつけないままの現代日本があるみたいな。現代につながる日本の、割と芸術の諸層っていうのが出揃った時期っていうんですかね。お花もお能も山水もそうだし、で京都の町なんていうと、鬼のライン香野っていうのがあったりとか、東山あるいは北山の文化みたいなのが、人が思い描く日本っていうのが割と出来上がった時期、意外と規定部をなしているのではと、日本の。ただ問題なのは最初の西洋絵画の初期の段階で、ひどく内発的に起こってきた洋風絵画っていう、西洋画というより洋風絵画の流れっていうのが、その後のより人工的な西洋画っていうものによってこう生き埋めにされたっていうところがまず第一の不幸で、的確さが足りないっていうことが起こって、違うっていうものを違うと言えない、向こうの評価軸によって発見されるのを待つしかないって。で僕はずっとそれが嫌で、そういう流れを断ち切りたいと思って作品作ってたんだけども、でもこう断ち切るためにじゃあ立ち返る現代のものからそのある共振性を見つけて、その室町バイブレーションをこじつけてございますけども見つけ出すと、要は違う素数によってそれまでの近代現代の美術が読み解ける。その時に初めて自分たちの美術っていうのを手にできるんじゃないかっていうことなんですね。いや一応ね、全部こう挑戦的ではあるんですよね。自分のことが一番分かんないのが自分で、なんだこれが自分なのかというような部分と、全く自分だっていう両方が作品には入ってて、割と当人の中ではやってることは同じような、あるいはその発展系である部分はもちろんあって、でその上でやっぱりちょっと違ってきたかなという部分ももちろんあって、それはやっぱり自分がちょっと年を取ってきたっていう時に、絵に求めるものが変わってきたといいますかね。今までは何でしょうね、どうしてもこうなんかお絵描きってことをよく言うんですけどね、お絵描きをいかにして、美術、もっと言っちゃうと現代の美術の中で、ありにさしてもらうかっていうことに関しての悪あがきだったっていう時に、お絵描きでいいんでしょうけども、そのお絵描きがもうちょっと何と言いますかね、もうちょっとこう、深いところっていう言葉が全く深い言葉じゃないんですけどね、もうちょっとその絵っていうのが持ちうるものっていうのがいろんなところに開かれてんじゃないかなっていう心持ちにようやっとなってまいりまして、やっぱり雪舟の絵なんかはもう若い頃見たって全然ピンとこないわけですね。それがああいう秋冬山水図なりを見た時にビビビッときて、なんだろうこれはっていう、とにかく凄まじく速いものがこう自分の前を横切っていくわけですね。その一瞬が
もうなんかある完全性をこう想起させてくれるというか、何かなんでしょうね、こう本当に宇宙の摂理が見えちゃったじゃないけども、あ、これか世界はっていうようなぐらいの、分かんないんですよが分かった時の感じって、雪舟の絵を見た時のこう心持ちに近いのかしらみたいな。雪舟が描いてるのは岩であるけど岩でない、家屋であるけど家屋でないっていう、それ自体でもあるのにそれ自体でないっていうことで、だから雪舟のあの絵を見ると、あの絵の外に真理があるようにも見え、あの絵自体が真理にも見えるっていう、その不思議、最近なんか自分が絵描きになろうとしてるんじゃないかって思うようなところがあって、なんかこう内から湧いてくる、あるいはインプットに対して外からのものに対してむむっとなんか思ううちはちょっと絵描いていこうと思いますし、ただの面白折衷美術な部分はもう性分としてありつつも、そこら辺にもうちょっとこうなんかね、真実の美みたいなものが込められるようにやっていけたらなと思っております。だからいい具合に邪気が抜けたのかなと思うんですね。